ちらし寿司を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は具だくさんの彩りちらし寿司を作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、もうすぐひな祭りということで、ひな祭りにぴったりな彩り鮮やかなちらし寿司を作っていきたいと思います。バランスよく盛り付けするコツなどご紹介していきます。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに寿司飯の材料をご紹介します。材料はこちらです。ご飯、お酢、お砂糖、塩、白ごま。今回はこちらの材料で寿司飯を作っていきます。使うお酢なんですけれども、私は今回ね、米酢を使用していきます。こちらはですね、穀物酢を使っていただいても OK です。米酢を使うとコクが出るんですけれども、穀物酢を使っていただくとさっぱりとした仕上がりになります。なのでお好みの酢を使っていただけたらと思います。ではね、まずはじめに寿司飯からね、作っていきます。それではまず合わせ酢を作ります。ボウルにお酢、そしてお砂糖、塩、この3つをね混ぜ合わせておきます。はい、合わせ酢はこれで OK です。続いて寿司飯を作っていきます。今回は寿司桶を使ってね混ぜていきたいと思います。この寿司桶の中で混ぜていただくと水分が飛びやすいのでとてもやりやすいです。でもしない方はボウルを使ってください。ここにご飯を入れましょう。炊きたてのね熱々のご飯を入れてください。そしたらね、ここに合わせ酢を入れます。さーっとね回し入れましょう。そして切るようにね混ぜていきましょう。手早く混ぜていきます。でこの寿司桶はね Amazon で購入しました。これね2合分の寿司桶なのですごくね便利です。今日はねこのままね寿司桶にトッピングしたいと思います。で全体に混ざったらここに白ごまを入れます。そして混ぜましょう。はい、これで OK です。この上にキッチンペーパーをかぶせて冷ましておきます。それでは続いて卵焼きを作っていきます。材料はこちらです。卵、お砂糖、みりん、お醤油、お水、そして焼く時にサラダ油を使います。ということでこちらの材料でねシンプルでちょっと甘めの卵焼きを作っていきます。こちらね使用するお醤油なんですけれども、今回私は薄口醤油を使います。こちらない場合は濃い口醤油でも OK です。薄口の方がね卵の色味が鮮やかに出ます。それでは早速こちらの材料で作っていきます。まずボウルに卵割り入れます。そしてまず軽く混ぜましょう。ここにお砂糖、みりん、お醤油、そしてお水を入れます。この水を加えていただくことで卵がね柔らかい仕上がりになります。でこれをよく混ぜましょう。はい、これで OK です。で卵焼きを作る時のポイントは一度ね卵液をこしてください。そうすることでですね見た目がとても綺麗な仕上がりになります。では卵液をこしたいと思います。はい、そうするとねこのように混ぜた時にできてしまった気泡も一緒に取り除くことができます。卵液の準備はこれで OK です。それでは今から卵焼き器で焼いていきます。フライパンに油を敷きましょう。広げます。でこちらはですねまた何回か使うのでそのまま取っておいてください。卵焼き作る時はこちらゴムベラを使用していきます。そうするとねとても作りやすいので卵焼き苦手だなっていう方はぜひねゴムベラを使ってみてください。火にかけます。でこのまま30秒ほど一度ねフライパンを温めます。はい、で30秒ほど経ったら一度ね卵液をジュッとつけます。それでこのようにねきちんと卵が固まれば OK です。そしたら卵液を流し込みます。はい、で全体に広げてください。でこうやって表面のこの卵液がね流れなくなるまでこうやって動かしましょう。でこのように表面が半熟になったら手前から奥に巻いていきます。で1回目はねぐちゃっとなっちゃっても OK です。はい、こんな感じでねコロコロコロっと転がします。はい、寄せるイメージで大丈夫です。こんな感じでそしたらですね火元からフライパンを離してサラダ油を塗ります。これねずっと火元に置いておくとフライパンがどんどん熱くなっちゃうのでね油を塗る時だけ離します。でそしたら卵液を入れましょう。で広げて今度は卵の下にもね卵液を流し入れます。でこんな感じでね表面が固まったら今度は奥から手前にコロコロ転がしていきます。はい、こんな感じです。そしたら奥にねこうやって移動させて
またこの空いた部分にサラダ油を塗ります。これをね卵液がなくなるまで繰り返してください。はい、 OK です。こんな感じで巻き終わりました。そしたら火を止めて、最後はねちょっと角で形を整えます。はい、卵焼きはこれで完成です。できた卵焼きはキッチンペーパーでねまずくるみます。少しね形を整えて、このままキッチンペーパーにくるんで粗熱を取って冷ましてください。そうするとね形も崩れず、かつ表面も乾燥せずにしっとりと柔らかい仕上がりになります。ではこのまま冷まします。それではね卵焼きが冷めたので切っていきます。だいたい1センチ角ぐらいの大きさになるように切りましょう。縦3等分に切ります。はい、であとは1センチ幅に切っていきます。はい、卵の準備はこれで OK です。では続いてその他の具材の材料をご紹介します。材料はこちらです。きゅうり、サーモン、ホタテ、カニカマ、イクラ、そしてねあと桜でんぶも使いたいと思います。こちらはですねお好みでマグロ入れたりとか、あとはイカ入れたりとかエビ入れたりとかね、お好みでいろいろ入れてみてください。ではねまずきゅうりから切っていきます。きゅうりは半分に切ります。でさらにこれを半分に切ります。そしてくるっと回転させて1センチ幅に切っていきます。はい、きゅうりの準備はこれで OK です。続いてカニカマです。カニカマも同じように1センチ幅に切ります。こんな感じです。カニカマの準備はこれで OK です。続いてホタテです。ホタテもね1センチ角ぐらいの大きさになるように、4等分かな。まず縦に切って回転させて半分に切る。こんな感じ。大体ね大きさにもよるんですけれども4等分ぐらいにしていただくとちょうどいいかなと思います。他も同じように切っていきます。では続いてサーモンを切っていきます。サーモンのね量もお好みで OK です。まずサーモンは1センチ幅に切っていきます。このね細かった部分はもうこのまま使っちゃって OK です。であと大きい部分に関しましては1センチ角のね角切りぐらいになるように幅を合わせて切っていきます。ざっとで OK です。はい、サーモンの準備はこれで OK です。ではね具材をのせていきます。まずですねこちら作った具材の3分の2ぐらいですね、この中に適当にねパラパラパラっと散らしていきます。続いてホタテです。これも適当にねパラパラパラっと。であときゅうりですね。そしてカニカマ、あとはサーモンですね。こんな感じで適当に盛りました。あとはもうここにできた隙間を埋めるようにバランスを見ながらね盛り付けていきましょう。でイクラは最後にのせます。はい、こんな感じで盛り付けました。こんな感じでねパラパラっと全体的にバランスよく盛り付けましょう。イクラを散らします。これもねバランスを見ながらね。そして最後桜でんぶを散らしたいと思います。はい、これで完成です。こんな感じに盛り付けました。もりもりですね。皆さんもねお好みでねいろいろ盛り付けてみてください。はい、これでちらし寿司の完成です。こんな感じに仕上がりました。彩り鮮やかで美味しそうに仕上がりました。ポイントとしては具材の大きさを揃えることですね。そうすることでこのようにバランスよく仕上げることができます。具材たっぷりで美味しそうに仕上がってます。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。寿司飯の味わいもちょうどいいですね。ちらし寿司はねいろんな食感と味わいが楽しめていいですよね。ごまの食感と風味もアクセントになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のちらし寿司のポイントです。まず寿司飯についてなんですけれども、今回私はね寿司桶を使って混ぜました。こういったね寿司桶がない場合はボウルを使って混ぜていただけたらと思います。ご飯の量に関してなんですけれども、今回2合分になります。炊き上がりのお米で約 700g になります。で寿司飯を作る時のポイントとしては切るように手早く混ぜるようにしてください。そして具材を切る時のポイントなんですけれども、大体で大丈夫なので大きさを揃えていただくとこうやってねパラパラっ
っとしたちらし寿司にした時にバランスが良くなります。今回はですね、こんな感じで具材をね、結構たくさん入れたんですけれども、お好みの具材を入れていただいて OK です。飾り付ける時のポイントなんですけれども、まずですね、具材の3分の1ぐらいを残して適当にまずね、並べてください。そしてあとはですね、その隙間を埋めるように残った具材を乗せていただくとバランスが取りやすくなると思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。もうすぐね、ひな祭りなのでぜひ参考になればと思います。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はちらし寿司を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。